今日はかぼちゃのそぼろ煮を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はかぼちゃのそぼろ煮を作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、今が旬のお野菜かぼちゃを使った簡単レシピをご紹介します。今回はね、そぼろ煮を作っていくんですけれども、ところどころポイントがありますので、作りながらご紹介したいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。かぼちゃ、豚ひき肉、生姜、片栗粉、お水、お醤油、料理酒、みりん、お砂糖、だしの素、サラダ油。今回はこちらの材料で作っていきます。まずかぼちゃなんですが、種などを取り除いた後、だいたい 300g ぐらいのかぼちゃを用意してください。かぼちゃもね、大きさがいろいろあるので、2分の1個だったり4分の1個だったり、いろいろあるかと思います。こちらは調整して作ってください。そしてひき肉ですね。今回は豚ひき肉を使います。こちらはお好みで鶏ひき肉で代用していただいても OK です。そして生姜です。今回は生の生姜を使いますが、もしない場合はチューブ状のおろし生姜でも大丈夫です。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずはじめにかぼちゃの種とあとは綿を取り除きます。取り除くときはスプーンなどを使っていただくといいかなと思います。ではくり抜きます。はい、OK です。このようにくり抜いてください。かぼちゃはですね、皮ごと使うのできちんと洗っていただいて、その後水分をきれいに拭き取ってください。そしたらですね、続いてかぼちゃのヘタを切り落とします。かぼちゃを切るときはね、本当に硬いので手を怪我しないようにだけ十分に注意してください。そしたらですね、安定するように切り口を下にして、そしてね、半分に切ります。かぼちゃの切り方をね、切りやすい方法でやってみてください。ただね、こうやってね、切り口を下に置いていただくと安定するので、比較的切りやすいかなと思います。ではね、こちらを切ります。手を怪我しないように注意してください。半分に切ったら、あとはね、食べやすい大きさですね。だいたい一口大ぐらいの大きさに切っていきます。で、あとは半分に切ります。こんな感じでね、食べやすい大きさに切ってください。それではもう片方も同じように一口大に切っていきます。はい、切りました。このように切ってください。それでは続いて生姜です。生姜はね、細切りにしていきます。これはね、皮付きの状態でも皮を取っていただいてもどちらでも OK です。細切りにします。はい、生姜の準備はこれで OK です。それでは続いて水溶き片栗粉を作ります。器に片栗粉、そしてお水を入れます。これをよく混ぜましょう。はい、水溶き片栗粉の準備はこれで OK です。それでは続いてひき肉を炒めていきます。フライパンにサラダ油です。これを火にかけます。火加減は中火で、まず油をね 2,30 秒温めてください。フライパン全体にね油を回しましょう。30秒ほど経ったらここにひき肉を入れます。そしてあとね、生姜も一緒に入れましょう。これを炒めていきます。ひき肉をね、こうやってほぐしながらね、炒めていきましょう。はい、 OK です。このようにひき肉にきちんと火が入れば OK です。あとね、生姜の香りも出てくると思います。そしたらね、続いてここに調味料を加えていきます。まずお水、そしてお砂糖、みりん、そして料理酒、あとはだしの素、そしてお醤油です。これを一度さっと混ぜます。今ね、火加減は弱めの中火です。そしたらですね、ここにかぼちゃを入れていきます。かぼちゃの皮をね、下にして重ならないように並べていきましょう。この時ね、やけどしないように注意してください。かぼちゃが入ったら一度火加減中火に戻します。そして再沸騰を一度させてください。沸騰してきてちょっとね、アクが出てきた時は取り除きましょう。
このぐらいねクツクツしたら今度は火加減弱火にしてください。そしてここに落とし蓋をします。今回はねアルミホイルで落とし蓋をしたいと思います。このように軽くくしゃくしゃっとして、そして上に落とします。はい、こんな感じです。それではですね、このまま10分から12分ほどかぼちゃが柔らかくなるまで弱火で煮込んでいきます。火加減はこのぐらいの弱火です。はい、今10分経ちました。そしたらね、一度落とし蓋を取ります。よいしょ。はい、こんな感じで美味しそうに仕上がってます。そしたらですね、かぼちゃにきちんと火が通ってるか一度ね、竹串を刺します。あ、OK ですね。これでスーッと通れば OK です。そしたら一旦火を止めてください。そしてまずね、かぼちゃだけ取り除きます。この後ね、とろみをつけるんですが、かぼちゃも入ってるとね、かぼちゃが崩れやすいので、先に取り出しちゃいましょう。かぼちゃね、あんまり煮すぎると型崩れしやすいので、煮すぎにはね注意してください。はい、 OK です。取り出したらですね、こちら作っておいた水溶き片栗粉を加えます。この時ね、火は止めた状態で加えてください。はい、回しかけます。そしてよく混ぜてください。全体をよく混ぜたら火にかけます。火加減ね、弱めの中火ぐらいで OK です。これでね、1分ほど火入れしていきます。とろみとか水分が足りないなと思ったらちょっとだけお水を加えて、そして味の調整もしてみてください。はい、これで OK です。あとはね、こちらかぼちゃを器にのせて、そしてその上にかけて仕上げたいと思います。はい、これでかぼちゃのそぼろ煮の完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにね、最後はかぼちゃにそぼろ煮をかけて仕上げました。かぼちゃもホクホクで美味しそうに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では、いただきます。かぼちゃがすっごくホクホクです。そしてね、このひき肉と一緒に炒めたこの生の生姜が効いててすごく美味しいです。今回ね、豚のねひき肉でやってるんですけど、鶏ひき肉だとよりあっさりした仕上がりになると思います。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のかぼちゃのそぼろ煮のポイントです。まずかぼちゃなんですけれども、切るときは手を怪我しないようにだけ十分に注意して切るようにしてください。切ったね、切れ目の平らな部分をね、まな板につけていただくと安定するので切りやすいかなと思います。切り方とか、あとは大きさはお好みで切ってみてください。そしてひき肉なんですが、今回は豚ひき肉を使ってます。こちらのひき肉に関しましては、鶏ひき肉とかね、お好みのものを使用していただいて OK です。鶏ひき肉を使っていただくとよりさっぱりとした仕上がりになるかなと思います。そして今回ね、生の生姜を使ってるんですが、こちらはね、チューブ状のすりおろしにんにくを使っていただいても OK なんですけれども、生の生姜の方がより香りが立って美味しく召し上がっていただけると思います。ぜひね、生の生姜を刻んで作ってみてください。そして材料の準備ができたら、まずひき肉を炒めてください。ひき肉に火が通ったら調味料を加えていただいて、そしてかぼちゃを入れてください。このかぼちゃを入れるときは皮の部分を下にして入れるようにしてください。この時ね、かぼちゃが重ならないようにだけ注意していただけたらと思います。あとは沸騰させて、その後弱火にして落とし蓋をして10分から12分ほどかぼちゃに火が通るまで煮詰めてください。そして最後とろみをつけるんですけれども、とろみをつけるときは一旦かぼちゃは取り出して、そしてそぼろだけにねとろみをつけるようにしてください。かぼちゃもね一緒にやってしまうと煮崩れてしまうことがありますので、一旦取り出していただくことで綺麗に仕上げることができます。この水溶き片栗粉を入れるときなんですけれども、必ず火を止めた状態で加えてください。火をつけてグツグツしている状態で入れてしまうと、水溶き片栗粉がねダマになってしまう時があります。こちらをですね、一旦火を止めて入れていただくことで綺麗にとろみをつけることができます。あとはですね、とろみがついたらかぼちゃの上にかけて召し上がってください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はかぼちゃのそぼろ煮を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。